あのモビルスーツに登場するのは誰？強い印象を残して有名になったパイロット5選モブキャラ解説。ガンダム作品を盛り上げるのはいつの時代も主役や主役級モビルスーツたちかといえば、そんなことはありません。モブキャラはただのモブにあらず、時には量産機でありながら驚きの強さを見せつけるなど重要な役回りをすることもあります。今回はそんなモブキャラの中でもモビルスーツに登場し、特に強いインパクトを与えて後に語り継がれることになったキャラ5選をご紹介させていただきます。1、赤花。赤花は機動戦士ガンダムに登場するジオン軍マッドアングラー隊の特殊工作員です。劇中ではアッガイに登場し、シャアと共に地球連邦軍総司令本部ジャブローに侵入します。連邦軍の新型モビルスーツジムに爆弾を仕掛けますが、かつ列吉花の活躍により破壊工作は阻止され、アッガイで撤退しようとしたところをガンダムに撃破されてしまいました。本名は不明で特に目立つ活躍をしていなかったはずが、アッガイの人気からか漫画アッガイ博士で同じ外見の兄が登場するなど意外と知名度が高いキャラなのではないでしょうか。なおアニメ版ではやられキャラとしての地位に甘んじて活躍シーンが見られなかったアッガイですが、第 08MS 招待では陸戦型ガンダムの頭部を破壊してその強さを見せつけており、さらに機動戦士ガンダムサンダーボルトでは南洋同盟のダーレを次々と撃墜するなどの活躍を見せつけています。2、スタークジェガンの謎のパイロット。機動戦士ガンダムユニコーンの第1話にて袖付きの偽装輸送船アランシェールは連邦軍の追撃に遭います。そしてモビルスーツ迎撃のためクシャトリアを出すのですが、その際に連邦軍が出していたモビルスーツがスタークジェガンとジェガン D 型2機でした。ジェガンはクシャトリアのファンネルであっという間にやられてしまうのですが、このスタークジェガンのパイロットだけは格が違いました。バズーカの3弾でファンネルを牽制しミサイル攻撃を仕掛けます。そしてすかさずミサイルポッドをパージし、バズーカを投棄してすぐさま接近戦を仕掛けました。互角とも思える近接戦闘を繰り広げるもクシャトリアに撃墜されてしまったものの、ニュータイプ専用機に前線したパイロットとして強い印象を残しました。このパイロットは名前も顔も明確には描かれていませんが、 HG スタークジェガンの説明書によると、このパイロットがファンネルを繰り出すサイコミモビルスーツとの戦い方を知っており、アクシズショックが起きた日にその戦いの中心で戦ったモビルスーツパイロットの戦い様を見ていたことが明かされています。3、M1 アストレイ隊。この3人は強さというよりも可愛さで印象を残したキャラクターたちかもしれません。アサギコードベル、ジュリューネン、マユララバッツ。この3人は機動戦士ガンダムシードに登場したキャラクターで M1 アストレイのテストパイロットとして登場しました。オーブは M1 アストレイを開発したものの OS の開発に難航していましたが、アークエンジェルがオーブに入校した際、キラヤマトの協力を経てナチュラルでも扱える OS が完成します。そしてこの M1 アストレイのテストを行っていたのがアサギ、ジュリ、マユラの3人、通称アストレイ3人娘となります。テレビ本編での登場シーンは数少ないものの、同時進行の漫画機動戦士ガンダムシードアストレイにも登場しました。特にジュリはメガネを外し、マリーンという偽名を使ってロンユールに近づき、アストレイレッドフレームのデータを盗み取ってオーブへ持ち帰り、 M1 アストレイの基礎作りに貢献するというやり取りが描かれています。しかしテレビ版では最終戦で3人ともあっけなく撃墜され、その命を落としました。この理由について一説によると、もともと3人娘はアストレイのキャラであり、特にジュリューネンがアストレイのヒロイン山吹千里を音読みにしたジュリという名前で千里と合わせて中心人物の一人になる予定とされていました。つまり3人娘はアストレイからテレビ版シードにゲストとして貸し出ししていたキャラだったのですが、外伝のアストレイの方が人気が出てしまい、それを不満に思った監督が外伝側に話をせずに最終戦で殺されるようにしてしまったので、外伝側がテレビ版に依存しまい独自路線のストーリーを作るようにしたというものです。なお各種資料集などを確認してみたもののソースを見つけることができなかったので真偽を突き止めることができませんでしたが、ネット上では様々なところで話題になった形跡があるので、もしかしたら何か元になるソースがあるのかもしれません。
果たして真実はいかに。4. カオスを撃破した村雨正体。機動戦士ガンダムシードデスティニーでは第1話でザフト軍最新鋭モビルスーツのカオス、アビス、ガイアの3機が地球連合によって強奪されました。そしてその3機は主人公シン・アスカがカル・インパルスやミネルヴァの面々などと幾度となく戦いを繰り広げました。主人公陣営のライバルポジションに当たる3機のはずが、カオスはベルリンのデストロイ侵攻の際にフリーダムを食い止めようとする中で、フリーダムを先へ行かせるべく立ちはだかった村雨正体と戦うことになります。フリーダムに対してモビルスーツの性能で強さが決まるわけじゃねえと息巻いていたはずが、村雨正体の華麗な連携に翻弄され、硬直した戦いの中で離脱しようとするも、村雨正体の三位一体の攻撃で中破し、さらに地面に墜落しかけたところをビームサーベルで両断され撃墜されるという、ライバル級ガンダムがモブキャラにやられるという印象的なシーンになっています。なお、この村雨正体の3人の名前は池谷、豪雨、西澤であり、テレビ版ではその後どうなったか分かりませんが、小説版によると後にアークエンジェルに移乗して最終戦であるメサイア攻防戦では暁と共に戦闘を行う様子が描かれています。ちなみにアストレイ3人娘より圧倒的な活躍をしているものの、ゲーム機動戦士ガンダムシード連合 VS ザフトや続編のシードデスティニー連合 VS ザフト2ではアストレイ3人娘が登場しているのに対して村雨正体は登場していません。これが人気の差ということなのでしょうか。 M1 隊の力見せてあげるわ。5. ガンキャノン203の謎のパイロット。ガンキャノン203とは PS3 用ゲーム機動戦士ガンダム戦記の特典映像アバンタイトルに登場するガンキャノンのことを指します。この映像内ではジオン軍のエリック・ブランケが狩る高機動型ゲルヌムがアパオア空戦で戦う様子が描かれているのですが、その中で迫り来る1機のガンキャノンを目撃します。ガンキャノンが圧倒的な強さで味方を軽々とあしらっていくという、その姿に恐怖を覚える様子が描かれており、さらにこのガンキャノン203が登場した後、ガンダムが現れ凄まじい強さを見せつけていったことから、このガンキャノン203に登場しているのはアムロと同じホワイトベース隊の歴戦の猛者であるカイシレンなのか、ジョブジョンなのか、それとも一体誰なんだという話が上がるほどになりました。しかしこのガンキャノン203の登場パイロットは公式からガンダム戦記の作品内で設定されていないことが明かされています。またカイシレンとハヤト小林が登場しているガンキャノンは108と109とされており、もともとは劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空編にてこの2人と別に3番目のガンキャノンがワンカットだけ登場しているのですが、この3番目のガンキャノンが203号機とされています。なお謎のパイロットが登場するガンキャノン203号機はアバンタイトルの他にもモビルスーツジェネレーション第8話ハイジャッカーにて登場していますが、こちらでは標準システムではロックできない長距離でパイロットがマニュアルでのビームライフル狙撃を成功させているので、劇場版アバンタイトルモビルスーツジェネレーションのそれぞれに登場するガンキャノン203のパイロットが同一人物かどうかはわからないものの、謎に包まれた歴戦の猛者が登場しているようです。ちなみにこの203の知名度の高さゆえか HG ガンキャノンには203のマーキングシールが付属されています。このように量産機などのモビルスーツに登場し、やられ役や脇役ポジションで登場したキャラの中にはモブキャラと呼ぶには惜しいほどの思いがけない強さや愛らしさなどで強く印象を刻んだキャラが多数存在します。ぜひ皆様の好きなモブキャラ教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。